どうも、こんにちは。さて、今日のこの解説、テーマはゴールド、つまり金です。プロの投資家たちがなぜ今資産を守るためにこのゴールドに注目しているのか、その理由、その核心にぐっと迫っていきたいと思います。さて、いきなりですけど、皆さんに一つだけちょっと考えてみてほしいことがあるんです。もし明日何か本当に大きなことが起きたとしたら、あなたの資産はその衝撃に耐えられるでしょうか？どうでしょ本題に入る前に一つだけ大事なことをお伝えさせてください。今回の解説はあくまで投資判断の参考にしていただくための情報です。なので、原本とか将来の利益を保証するものではもちろんありません。投資の最終的な判断は必ずご自身でお願いしますね。はい。では本題に入りましょう。まず、僕たちが今どんな時代にいるのか、その現在地から一緒に確認していきましょうか。今、僕たちが直面している現実ってまさにこれですよね。地政学的な紛争、急激な円安、そして止まらない物価の上昇。これもう決して他人事じゃないわけです。例えば銀行にお金をただ預けているだけだと、インフレのせいでそのお金の実質的な価値が気づかないうちにどんどん減っていってしまっている。それが今の日本の、世界の現実なんですよね。こういう状況だからこそ先を見通せる人たち、つまりプロの投資家はもう静かに行動を始めてるんです。じゃあ彼らがどこに向かっているのかっていうと、それこそがこのゴールドなんですね。でもなんでゴールドなんでしょう。このセクションではもう歴史っていう最強の証拠を使ってゴールドの信頼性っていうのを徹底的に見ていきたいと思います。さて、このデータめちゃくちゃ興味深いと思いませんか？世界金協議会によると、世界中の中央銀行、つまりですよ、国レベルのプロの投資家たちが2022年以降、もう数十年ぶりっていうとんでもないレベルでゴールドを買いまくってるんです。彼らは世界経済の未来を誰よりも深く読んでますからね。この動き、絶対偶然じゃないんですよ。じゃあなぜ彼らがそこまでゴールドを買うのか、その答えが、ゴールドが非常に優れたヘッジ資産だからなんですね。ヘッジ資産っていうのは、例えば株価が大暴落するみたいな市場がめちゃくちゃな時に、他の資産のダメージを和らげてくれるクッションみたいな役割を果たす資産のことです。そしてこのスライドがその動かぬ証拠です。1970年代のオイルショック、2008年のリーマンショック、そして記憶に新しい2020年のパンデミック。世界経済がとんでもない危機に見舞われるたびに投資家たちは危ないって言って安全なゴールドに資金を移す。その結果、ゴールドの価値が上がる。このパターンが歴史上何度も繰り返されてきたわけです。ここ、すごく大事なポイントです。これはゴールドが絶対に儲かる魔法の資産だっていう意味じゃないんですよ。もちろん価格は変動しますからね。重要なのは、周りの資産がボロボロにやられている時に、その価値を守るための避難所としてずっと機能してきたっていう、この歴史的な事実なんです。これこそがプロが自分のポートフォリオにゴールドを組み込む最大の理由なんですね。じゃあなんでゴールドはそんなに危機に強いんでしょうか？その理由をゴールドが持っている、いわば3つの本質から解き明かしていきましょう。まず1つ目の本質、それは無国籍通貨であるということです。円は日本銀行が、ドルはアメリカが発行しますよね。でもゴールドには発行者がいないんです。どの国にもどの銀行にもコントロールされない。それ自体が価値を持つ実物資産なんですよ。だからこそ、どこかの国の信用がガタガタになってもゴールドの価値は消えないわけです。そして2つ目の本質。それが希少性と不変性。地球上に存在する金の量って実は限られてるんですね。そして人工的に作ることはできない。さらに何千年経っても錆びないし腐らない。この希少で増やせなくて永遠に変わらないっていう性質が長期的に価値を保ち続ける力の源泉なんです。そして3つ目の本質。これが他の金融資産との決定的な違いかもしれません。ゴールドは信用リスクがない資産なんです。この表を見るとその違いが一目瞭然ですよね。株式はその会社が倒産したら価値がなくなってしまうかもしれない。
債券も発行元がデフォルトしたら紙くずになるかもしれない。銀行預金ですら万が一銀行が破綻したら保護される額には上限がありますよね。でもあなたの手元にある現物のゴールドは誰かの信用に頼っていない。それ自体が価値の塊なんです。さて、ここまでゴールドが持つ本質的な強さを見てきました。じゃあ、具体的に僕たちはどうやってこのゴールドを自分の資産に組み入れたらいいんでしょうか。ここからはその実践的な方法を見ていきましょう。金の延べ棒でも買わなきゃいけないのって思った方、安心してください。そんなこと全くありません。今の時代、スマホ一つあれば、本当に少額からめちゃくちゃ手軽にゴールド投資って始められるんですよ。主な方法は大きく分けて3つあります。毎月コツコツ積み立てていく純金積み立て、それから株を買うみたいに手軽に売買できる金 ETF、そして実際にコインとか地金を手元に置いておく金現物の購入、この3つですね。特にこれから資産防衛の第一歩を踏み出したいっていう方には、純金積み立てか金 ETF が断然おすすめです。どっちも本当に少額から始められますし、証券口座なんかで手軽に管理できるので、ハードルがめちゃくちゃ低いと言えますね。さて、解説もいよいよラストスパートです。最後に今日話してきたことが僕たちの未来にとってどういう選択を意味するのか、それを一緒に考えてみましょう。このスライドを見てください。中国、ロシア、インド、トルコ。世界の国々の中央銀行はもうすでにドルだけに頼るんじゃなくてゴールドの保有量をどんどん増やしてるんです。彼らは静かに次の時代への準備を着々と進めているんですよ。今日の解説をたった一言でまとめるならまさにこれです。歴史は繰り返す。これまで何度も世界を危機から救ってきたゴールドの役割はきっとこれからも変わらないでしょう。ここでめちゃくちゃ大事なことなので、もう一回言いますね。ゴールは持ってる資産を全部ゴールドに変えましょうってことじゃ全くないんです。そうじゃなくて、プロの投資家がどう考えるかというと、自分の資産ポートフォリオ全体の、そうですね、だいたい 5% から 10% くらいを目安にして、歴史が証明してきた万が一の危機に対する保険としてゴールドを加えておく。これが賢いリスク管理の考え方なんですよ。10年後、あなたが今日この日を振り返ったとき、どんな決断をした自分を思い出すんでしょうか。あの時、ちゃんと考えて一歩踏み出してよかったなって思える未来を選ぶのは、他の誰でもない今のあなた自身なんです。